そして私はこのクソったれなゲームを作り出した。そんなね止まらないカオスと呼ぶ狂気加速するアンコントローラブル。サウンドドラマ妄想科学アドベンチャーカオスチャイルド第13話願い前編。ああ、よく来たな。まあ座れよ。そういやこの前のあれはなかなか面白かったな。ネットでは何とかいう名前がついてんだろ。ごっつぁんですだったか。大勢の前カメラも入ってるとこで口から大量の力士シールを吐き出して落ちぬなんてなかなか見られる見せ物じゃねえよな。キスがおいおい、そんな釣れないこと言うなよ相棒。お前だってやってることは俺と似たり寄ったりだろうが。私は目的があってやっていることだ。ただ面白いからという理由だけで心を痛めもしないお前と一緒にするな。はっこいつは傑作だ。何がおかしい。お前今なんて言った？心を痛める？人形であるお前が心を痛める？なかなか面白いジョークだ。冗談を言ったつもりはない。なんだ？じゃあお前本当に心を痛めてんのか？お前には何の関係もねえ見ず知らずのやつが殺されたってだけで、だったらなおさら傑作だぜ。いやー、そうかそうか。まさかお前にそんな人間みたいな感情があったとはな。興味深い話だぜ。調べさせてもらいたいくれいだ。私を観察対象にするなゲス。おお、怖え怖え。そう睨むなって。しかしタクルのやつはまだニュージェネレーションの狂気の再来がどうのこうの言ってんのか。あいつもほんと変わった野郎だな。普通あんだけの能力がありゃ他にやりたいことあんだろう。宮代拓はまだ自分の本当の能力について理解しきれていない。だからってよ、あの年頃の男だったら普通はもっと違うことに興味持つだろうよ。違うこと？そんくらいお前だって分かってんじゃねえのか。同じクラスの男どもの心だって見えんだろ。私にとって他の有象無象の心中などどうでもいいことだ。私はタクルの望みを叶えるのが自分の役目ってか。そりゃ結構なことで。だがよ、もしもだぜ、もしタクルの望みが変わったらお前はどうすんだ。決まっている。その望みを叶えてやるだけだ。はあ、それがどんな望みであってもか。どんな望みであってもだ。ま、そう言うだろうと思ってたぜ。なんなら俺があいつが別のことを望むように仕向けてやっても。不必要に宮代拓に思考誘導をかけてみろ。殺すぞ。冗談だよ冗談。ま、俺としちゃ面白けりゃどっちだっていいんだがな。このまま事件を起こして反応を見るもよし、家族ごっこを続けて連中の観察を継続してもよし。おう、そうだな。最近はまた家族の仲も戻ってきてるしな。この家族の真似事ってのも案外面白いもんなんだぜ。ガキってのは単純でよ、表面上ちょっと取り繕っただけでコロッと騙されてすぐに信頼を寄せてきやがる。ののもゆいもゆうともうきも父さんだってよ。この俺が父さんだ。傑作だよな。ま、このまましばらく仲良し恋しを続けさせて、そこから壊していくのも面白いかもしれねえな。信頼し合った者同士が憎しみ合い裏切り絶望し、そん時あいつらはどんな反応を見せるか。想像しただけでも面白い。クズめ。そりゃ最大の褒め言葉だ。まあでもそれが俺の望みだからな。ゲスの望みだ。望みは望みだろう。上等も下等もねえよ。
結局のところ何を望もうとそいつは欲望に根ざしたもんだろう。くだらねえ倫理ってのを通すからいい悪いって話になる。やりたいことをやる、面白いと思うことをやる。生まれてきたからには楽しまなきゃ損じゃねえか。それの何が悪い。詭弁だ。ちげえねえ。だがよ、タクルの願いを叶えてやった後、お前はどうする？どうするとは。だからよ、タクルが満足した後、お前は何を望むかってことだよ。私は宮代タクルに生み出され、宮代タクルのために存在している。私自らが望むことなどない。それはそれでちっとばかり寂しいんじゃねえか。お前が望みさえすりゃ年相応普通の人間としての普通の人生も送れるんじゃねえのか。それも幸せなんじゃねえかと俺は思うがな。幸せ思ってもないことを言うな。そんなことはね、お前ならわかるだろう。俺が本当にどう考えてるかどうか。貴様のゲスな思考など見たくもない。こいつは嫌われたもんだな。だがよ、もしタクルがそれを願ったら。もしもの話は必要ない。はっ、ちげえね。まあこっちとしてもお前にはまだまだ協力してもらわなきゃいけねえしな。とりあえずはお前のそのゲームとやらに付き合ってやるよ。宮代タクルの望みを叶えるってゲームによ。しばらくはな。ただいま、父さん。誰か来てるの？患者さん？ああ、ゆいか。入っても大丈夫だぞ。あれ？セリカさん。お邪魔してます。どうしたの？病気？そういうわけじゃないんだけど、ちょっとね。わかった。タクル兄のことでしょ。まあ、そんなとこかな。やっぱりね。タクル兄ったら、またセリカさんたちに迷惑かけてるんでしょう。困ったもんだよね。セリカさんも、あんまりタクル兄を甘やかしちゃダメだよ。ゆいちゃんたら、すっかりのんちゃんみたい。だろう？最近本当に似てきちまって、口うるさいのなんのって。ちょっと父さん、誰がうるさいですって？おお、怖っ。そういえば父さん、昨日またお酒減ってたんだけど、ちゃんと休館日作らなきゃダメだってのの姉にいつも言われてるでしょ？いや、すまん。自分の体のためなんだよ。父さんにはのの姉や私が大きくなってお嫁に行くまで元気でいてもらわなきゃなんだからね。ののやゆいが嫁にな。あれ？どうしたの？しみじみしちゃって。ちょっと想像したら悲しくなっちまってな。もう父さんたら安心して。もし大きくなってお嫁に行っても私は父さんの子供だからね。そうか。そう言ってくれると父さんも嬉しいな。セリカさんどうかした？なんでも。それじゃあ私行くね。タクル兄をよろしくね。オッケー。あの男、ヘドが出る。だがお前が望みさえすりゃ年相応普通の人間としての普通の人生も送れるんじゃねえのか。それも幸せなんじゃねえかと俺は思うがな。珍しいな。お前が一人で来るなんて。何か事件の手がかりでも掴んだのか？いえ、そういうわけじゃなくて。だろうな。だったらお前は真っ先に宮代に教えるはずだ。で、何の用だ？言っておくがつまらないように付き合っている暇はないぞ。ちょっと聞きたいことがあって。聞きたいこと？久野里さんにとって幸せって何ですか？言ったはずだ。くだらないように付き合う暇はない。お願いします。教えてください。それさえ聞けば帰りますから。私の幸せはこの世からギガロマニアックスという存在を根絶することだ。それだけですか？それだけだと？それがどれほど大変なことかお前は分かっているのか？ニュージェネレーションの狂気の再来事件のような馬鹿げた事件が起きているのもそのためだぞ。それを
ごめんなさい。そういうつもりで言ったわけじゃ。そもそも幸せなどという曖昧な定義で物事を語ること自体馬鹿げたことだ。金があれば幸せだという者もいれば、心が満たされれば幸福だと思う者もいる。そもそも幸せだと感じるのは脳内にセロトニンが分泌されるためで、要は脳幹のセロトニン神経を刺激してやれば幸せという感覚を得ることができる。お望みならその頭を開いてやってやろうか。いえ、結構です。要はそれだけか。だったらとっとと帰れ。はい、ありがとうございました。相変わらず弱い女だ。自らの弱さをあの強硬な態度と科学で武装しているだけのくせに偉そうなことを。ギガロマニアックスを根絶することが幸せだと笑わせる。全部あいつらのギガロマニアックスのせいだ。あんな実験もあの子たちが死んだのも全部奴らのせいなんだ。自らの醜い過去に蓋をして他人を憎むことで心の均衡をとっている。そのことに気づいたとき、お前はどうするつもりだ。哀れな女だよ、久野里美よ。終わったほんと、午後の授業ってなんでこんな長く感じるんだろう。普通の人間か。そうだねえ、尾上、たまには一緒にどっか寄って帰んない？神南の方に美味しいパンケーキ屋できたんだって。生クリームたっぷりのやつ。おねえ、尾上、聞いてるの？ごめん、聞いてなかった。何？もう、だからパンケーキ食べ行かないって話。パンケーキか。美味しそうだけど、ごめん、今日はパス。また？ってことは今日も部活？新聞部ってそんな楽しいの？なんかヤバそうな事件ばっか追ってて、生徒会からも嫌われてるって話じゃん。楽しいよ。みんな面白い人ばっかりだし、何よりも知らなかったことがわかるようになるのがいいんだって。何それ？それってもしかして彼氏の受け売り？違うよ。タクは彼氏なんかじゃないもん。嘘？違うの？私てっきり。タクはね、私にとっては恋人なんかよりももっと大きな存在なんだ。親友っていうのも違うな。親？みたいな？何それ、わけわかんない。だよね。へへ。そっちこそ彼氏とはどうなってるの？もちろんラブラブよ。決まってんじゃん。余計なこと聞くなっての。悪かったわね。今絶賛喧嘩中ですし。っていうか浮気とか絶対許せないんだけど。マジムカつく。成績悪いって親には怒られるしさ。てか将来のこととか聞かれても進路とかわかんないっての。ほんとやけ食いでもしてないとやってらんねえ。ごちそうさまです。まあいいわ。じゃあ私らはパンケーキ食べ行くから、まったね。ごめんね。バイバイ。どうしてだ。なぜそんな顔をしていられる。はい、グレープフルーツジュースどうぞ。ありがとう、ウキちゃん。よし、みんな集まったみたいだな。っていうか、わざわざこんなところに呼び出して何なんすか？そうよ、何もカフェに集まって余計なお金使うことないのに。伊藤さんはコーヒーでよかったですか？おう、サンキュー。てか、なんでウキちゃんがウェイトレスやってんだ？いつものあのコスプレロリッコはどうした？それが野暮用で出かけねばならぬから、あとは適当にやっておいてくれって。それでウキちゃんが手伝ってるってわけか？どうなってんだこの店。でも私はこうして皆さんのお役に立てるのが嬉しいので。私は私の周りにいる方々のお手伝いができて、ありがとうって言ってもらえればそれで幸せです。
山添雨季。誰かの役に立てることに幸せを感じるというこいつの言葉は本当だ。だが返してください。お願いします。私をあの病院に返してください。裏を返せばそれは他人の役に立つことで自らの居場所を得ようとする一種の自己防衛本能に過ぎない。それでタクル、わざわざここに集まったのはなぜ？これまで僕たちは新聞部としてニュージェネレーションの狂気の再来事件を追ってきた。けれどここで一度その活動を見直した方がいいんじゃないかと思うんだ。それってもしかして。事件を追うのをやめようかと。おい宮代、お前それどういう。ようやく分かってくれたのねタクル。クルス。あの事件を追い始めてから周りで嫌なことがたくさん起こって、私本当に怖くて。やっぱりあんな陰惨な事件、私たちのような一階の学生が扱うには最初から荷が重すぎたのよ。待ってくれ。まだやめると決めたわけじゃなくて、みんなの意見を聞こうかと。もちろん私は賛成よ。クルスなの。よかった。これでまた不安におののくことなく家族で過ごすことができる。よかったですね、ののさん。本当によかった。もし事件を追っていくことで私の能力のことがタクルに知られたら。こいつの心の中は誰よりもいびつだ。現実に怯え、自らが犯した罪の意識に押しつぶされそうになりながらも、表面を別人で取り繕うことで均衡を保とうとしている。有村はどう思う？私は別に構いませんけどね。どうせ部外者ですし。確かにそうだけど、でもほら第3の事件の被害者の人。そりゃ仇を討ちたいって気持ちはなくはないですよ。でも私たち一階の高校生になんとかできる問題でもないですし、それに事件を追わないことで私たちが狙われなくなるならそっちの方がいいでしょね、花。でも新聞部にはまだしばらく出入りさせてもらうと思うんで、そこんとこおなしゃす。有村ひなえに和樹花。こいつらの闇もなかなかのものだ。ほんとクラスの子も文芸部の子もみんな嘘ばっか。かといって家に帰ってももっとひどいだけ。だったらここにいる方がマシなのよね。なんで私あの時あんなことを願っちゃったんだろう。こんなことになるならこんな能力欲しくなかった。他人の嘘なんて知らないで偽りの世界の中で生きていく方がずっとマシだったのに。どうして私だけがこんな思いをしなきゃいけないの？私だってみんなみたいにおしゃべりしたい。帰りにどこか寄って帰ったり、先生のくだらない話で笑ったり騒いだりしたかったのに、どうして私にはあんな能力があるの？あんな使えない能力、最初からなければよかったのに。自ら望んで得た能力が自らを苦しめる。なんとも皮肉な話だ。そしてこいつは。急に何言い出すんだよ宮代。俺はやっぱまだまだ事件を追っかけるべきだと思うぞ。俺たちが有名になれば俺もモテモテになんじゃね？バレンタインチョコとかいっぱいもらえんじゃね？それこそもう食えねえってくらいにさ。あ、やっべ、そんなこと考えてたら腹減ってきたな。ハムサンド食いて。あ、どうしたお前？俺の顔になんかついてるか？なんでもないよ。こいつだけは見た目通りに単純だな。だからこそ利用のしがいもあるんだが。ねえセリカ、あなたはどう思う？私は書くのをやりたいようにやればいいんじゃないかな。もうそうじゃなくて、セリカの意見を聞いてるの。あなただってあんな怖い事件を追っているよりもっと普通の女の子としての高校生活を送りたいって思わない？普通か。普通ってなんだろうね。セリカ？ね
ねえタクはどうしたいの？いや、今は僕よりお前の話だろ。お前はどうしたいんだよ。私の願い、それは